エクスタイン事件は世界では巨大な権力スキャンダルとして記憶されました。なのに日本では長く主役級の国内政治スキャンダルとしては燃えにくかった。日本に接点がなかったからなのか、それとも見えていても大きくならなかったのか。今回の本題はそこです。最初に境界を置きます。この動画はネットで広がる秘密リスト説を既成事実として扱う動画でも、その言説を笑う動画でもありません。ここでは広がっている話と確認できる事実を分けてみます。本当に見るべきなのは、国際的に重大な説明責任問題で失脚した人物がその後も日本の学術、企業、政府周辺ネットワークへ再接続できていたことです。確認できる日本接点の中心にいるのが伊藤美濃一氏です。日本のネット文化やスタートアップ界では象徴的な存在で、 MIT メディアラボの元所長としても知られてきました。だからこそこの人物の軌跡は、日本がこの問題をどう受け止めたかを見る上で一番わかりやすい観測点になります。時系列を抑えます。2019年は4月15日、ミッドメディアラボ公式サイトに伊藤氏本人の謝罪文が出ます。9月7日にはミッドニュースの学長所管で辞任が明記される。さらに2020年1月10日、ミッドはファクトファインディングの結果を公表しました。つまりこの問題は単なるゴシップではなく、大学側の正式な検証案件になっていたわけです。しかも報告の意味は重い。 MIT ニュースの要約では、有罪判決後にも資金受け入れが続いたこと、複数年にまたがって関係が継続していたこと、訪問も複数回あったことが整理されています。さらに大学側は寄付を小さく非公開に保つことで、エクスタインの評判洗浄や影響力拡大を避けようとしたとされる。逆に言えば、資金とネットワークが評判回復の道具になる危険を大学自身が自覚していたということです。ここまでがアメリカ側です。でも日本にとっての本題はその後です。重大な説明責任問題で国際的に失脚した人物が日本ではその後どう扱われたのか。まず2024年11月11日の内閣官房 GSC ワークショップ公式資料では、伊藤氏がエグゼクティブアドバイザーとして記載されます。さらに2025年6月4日の第2回ワークショップでも同じ肩書きで前面に出ていました。しかも GSC は小さな勉強会ではありません。内閣官房の特設ページでは、国際研究プログラムに110億円程度、事業化支援30億円程度、人材育成30億円程度という大きな枠組みが並びます。つまりここは国のディープテック戦略と人材戦略が交差する政策空間です。だから論点は、ある著名人が民間イベントに顔を出したことではなく、政府周辺の重いプロジェクトで有用な専門家として扱われ続けていたことにあります。そこへ2026年に再び火がつきます。アメリカで新しい文書群が出回り、海外報道が伊藤氏の過去の関係と日本での現在の役割をまとめて再照射した3月2日にロイター配信として伝えられた記事では、政府側が GSC の次期メンバーとして伊藤氏を再任するか未定だと報じられました。しかも担当者は、現在の起用自体には問題がない。彼の専門性は重要だという趣旨まで語っています。つまり、批判が強まっても制度側の反応はすぐには切れなかった。ただし、ここで確認できたのは、日本の政財界に巨大な犯罪リストがあったということではありません。ネットで拡散した名簿や物語は現象として終えますが、確認済み事実と同じ重さでは置けない。ここで見えているのは、国際的に重大な説明責任問題を起こした人物が日本の政府関連プロジェクトへ再び関われていたことです。では、なぜ日本は相対的に静かだったのか。一つ目は、これが長くアメリカのスキャンダルとして処理されやすかったことです。舞台はニューヨーク、フロリダ、バージン諸島。だから日本では世界の権力汚職の話として消費されても、日本の制度問題としては掘られにくかった。国内の事件として眺めている間に、日本側の役職や起用の問題は後継へ退きやすかったんです。2つ目は報道の断片化です。エクスタイン本体 MIT 問題、伊藤氏の説明責任、日本の官邸周辺プロジェクト、これらが一本の線として報じられず、別々のトピックに分かれていた。視聴者も読者もつながりを自分で組み立てないと構造が見えない。だから個別のニュースは見えていても、全体像としての危うさが共有されにくかったんです。3つ目はイノベーションの光です。日本では危機のたびに海外で通用した人材や象徴的な起業家へ期待が集まりやすい。すると倫理問題の重さより先に実績、発信力、ネットワークが評価される。そこへ大学の肩書き、VC、
の人脈、制作会議の必要性が重なると、人物は別の物語として再放送される。これが再正当化です。ここでもう一度事実の境界を置きます。 AP の2026年2月8日の整理では、世間で語られる形の正式なマスターリストが確認されたわけではないとされています。つまりネットで広がる話そのものは紹介できても、それを確認済み事実として積み上げることはできない。日本側の論点はそこから先の再接続と審査の甘さにあります。だからネットで広がる日本の大物名簿の話をそのまま既成事実にするのは危ういです。ただその言説が広がったこと自体は無視できません。なぜならそれだけ日本側の再接続と説明責任に不信が集まっていたからです。大事なのは話の勢いではなく、どこまで確認できてどこから先が疑念なのかを分けることです。本当に怖いのは、倫理爆弾を抱えた人物でも大学、企業家コミュニティ、制作プロジェクトの交点に立つと便利な専門家として再放送されてしまうことです。しかも一つ一つの組織から見ると、自分たちは犯罪を容認していない、ただ知見を借りているだけだと言えてしまう。だから全員が少しずつ責任を薄めながら全体として再正当化が起きるんです。ここで突きつけたいのは標準の問題です。もし無名の研究者や若手官僚がこれほど重い説明責任問題を背負っていたら、同じように政府関連プロジェクトの前面へ立てたでしょうか。多くの人は多分無理だと感じるはずです。だとしたら差を生んだのは能力だけではなく、名前、人脈、象徴性だった可能性が高い。次に報道の問題です。日本のメディアが完全に黙っていたとまでは言えませんけれど、海外不祥事、テック界、大学不祥事、官邸プロジェクトという縦割りのままでは視聴者が構造をつかみにくい。だから必要だったのは誰かを吊るす見出しではなく、日本側で何が続いていたのかを一本で見せる編集でした。さらに政府側にも問いが残ります。大規模な国家プロジェクトで起用する人物の説明責任リスクをどこまで審査していたのか。公的な肩書きを与え続けるなら、その妥当性を国民に説明できる準備が必要です。ここが曖昧だと、制度は実績のある人には甘いという不信を自分で育ててしまいます。そして最後は周辺の大学、企業、投資家です。公的プロジェクトに名前があると、それだけで一種の信頼シグナルになります。だから一つの企業判断はその人物を取り巻く多くの関係先の判断にも影響する。もし起点での審査が甘ければ、その甘さはネットワーク全体に波及していくんです。ここで見逃せないのが肩書きの効果です。日本では一度でも政府関連や大型プロジェクトの肩書きがつくと、その肩書き自体が説明責任より先に信用の代用品として流通しやすい。すると本来はなぜこの人なのかを問い直す場面で、もう公的に起用されているから大丈夫だろうという逆向きの安心が生まれる。この回路が再接続を一気に楽にしてしまいます。本来なら必要なのは人物の華やかさではなく、審査の記録です。どの時点でリスクを確認したのか、海外で起きた問題を誰がどう評価したのか、起用後に社会的批判が再燃した時、役割を見直すルールがあったのか。こうしたログが見えないと、国民から見ると判断ではなく空気で決まっているように映ってしまいます。しかもこれは一人の評判話で終わりません。国家プロジェクト、大学、投資家コミュニティが同じ人物を介して結び直されると、公的信頼と私的ネットワークの境界が曖昧になる。そこで削られるのは説明責任を通した公平さです。要するに日本で問われるべきはゴシップではなく、公的信頼がどう再配分されたのかという政治の問題なんです。ここまでを整理します。事実として確認しやすいのは伊藤氏の謝罪、辞任、MIT の報告、そして日本側の公式資料に残る役割です。そこから言える解釈は、日本ではこの問題が制度スキャンダルとして結びきられず、再接続が起きやすかったということ。逆に言ってはいけないのは、接点だけで犯罪参加を断定することです。結論です。日本が問われるべきなのは、ネットで広がる名簿の勢いを消費することではありません。国際的に大きな倫理問題で失脚した人物を、なぜ国内の学術、企業、政府周辺ネットワークが再び受け止められたのか、その再接続の構造こそが日本版の本題です。つまり日本が静かだったというのは接点がゼロだったという意味ではありません。接点があってもそれを国内の構造問題として結び、広く共有する回路が弱かったという意味です。
静かだったこと自体が実は日本の制度感覚を映しているのかもしれません。あなたはこの問題で日本が一番問い直すべきなのは何だと思いますか？報道のつなぎ方なのか、政府の起用基準なのか、それとも役に立つ人には甘くなる人脈構造そのものなのか、コメントで一番重要だと思う論点を聞かせてください。